お疲れ様です。チャー TV の中の人、うちは吉島言っています。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回も新三国無双オリジンズやっていくんですよ。今回はね、何をやっていくかと言いますと、こちらね、武芸っていうものがあると思うんですけど、武芸でね、非常にね、使えるね、武芸っていうのがね、ちらほらしておりますんで、ランキング形式みたいな感じなんですけども、そちらの方でね、ご紹介させていただければと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。うおー、ゴリラ、いよいよ100時間が見えてきてるよね、みたいな感じなんですけども、無双オリジンズね、非常に面白いね、システムだと思うんですけども、やっぱりこの武芸っていうのがね、ポイントになってくるとは思うんですよ。武器ごとにね、こういう武芸がいいんじゃないのかっていうことじゃなくて、もう全部の武器、もうエンドコンテンツもね、含めなんですけども、めちゃくちゃ使えるね、武芸っていうのがあるんですね。今回ね、どちらかというとコスパも考えておすすめっていうところですね。最強というところじゃなくておすすめなところっていうところをね、ご紹介させていただければと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。スパーリングパートナーは聴覚さんになっていくっていうスタイルだと思いますんで、今回ね、聴覚さんね、めっちゃイケメンにはなってるんですけども、イケメンに昇格しましたんでね、今回ね、私のスパーリングパートナーにね、スパークリングパートナーじゃなくてスパーリングパートナーでございますんで、もうボコボコにしていきたいかなと思います。さあ、まずはね、どのね、武芸になってくるかと言いますと、拳系スタイルでございますよ。拳系スタイルの中からね、豪商派です。こちらね、豪商列勝派ですね。八景が入ってるっていうところなんですけども、相手のオレンジになるタイミングがあると思います。このオレンジになるタイミングの時にね、この豪商列勝派ね、やることによって相手がひるむよっていうところなんですけども、相手がオレンジじゃないところでも結構ね、削ることができているっていう形になりますんで、ただ相手がね、超攻撃型だったりすると、コイン難易度帯だとガードだと消えちゃうじゃないですか、このね、武芸系っていうのは。だから避けるっていうところに集中しないといけないんですよ。これ何もないところでもこういう感じでね、豪商派ってやると、相手の縦のところあるじゃないですか、その縦のところをね、すごい削れるので、僕的にはかなりおすすめかなと思います。さあ、そしてね、第9位でございますけどね、第9位はね、こちらね、被験の中からなんですけども、やっぱり被験はこれかなと思いますね。こちらね、もう最初からあるね、乱勝林ですね。乱勝林めちゃくちゃ使えると思うんですね。全方位への攻撃っていうね、結構珍しいね、武器だと思うんですけども、これ後ろまでね、攻撃をね、ガダダダダダッと当てることができますんで、闘気をね、使うね、ポイントも少ないっていうところはかなりね、おすすめなところかなと思います。ただやっぱりね、相手がね、武将だったりするとね、この避けたりっていうところだったりだとか、そういうところをね、しっかりね、やっていかないといけないっていうのがね、難しいところではあると思うんですけども、ただ当てるっていうところに関してはね、ただ近づいていくだけでも相当相手のね、外角をね、削ることができるっていうのはかなりおすすめかなと思いますね。さあ、そしてね、第8位でございますけど、第8位はね、槍からのね、ところなんですけども、こちらね、槍の中でね、最高位の武芸っていうのがあると思うんですね。最高位の武芸、龍が一戦です。これね、もうめちゃくちゃコスパ悪いんですけど、めちゃくちゃ強いです渾身の力継ぎでね、衝撃を放つ前方の広範囲での攻撃っていう形なんですけども、龍が一戦ってどういうタイミングで使えるかっていうと、敵に囲まれて大軍勢がいるところのタイミングでも使えるし、こういうね、一騎打ちっていうところでも非常に使えるね、形になりますんで、どうやって使うかっていうとね、こういった形で行くところで、おーちょ待てーみたいな感じでめっちゃ食らうんですよ。相手のね、外角全削りできるので、一発でね、だから一騎打ちっていうところでも非常に使えるね、武芸の1個になってくるかなと思います。さあ、そしてね、第7位でございますけども、第7位もね、すいません、コスパ悪いんですけどもこちらもコスパ悪いんですけども、狙撃の最高位追点ですね。これね、逆に言うと、狙撃の中で唯一ね、無二っていうか、タイミングをよくね、ボタン入力しないと威力が上がらないんですけども、これね、タイミングよくね、入力できるととてつもないね、攻撃力をね、出してくれるんですね。さっきのね、一戦とかなり迷ったんですけども、タイミングがあった時はね、さっきの一戦よりもね、圧倒的広範囲にね、360度です。さっきのね、180度ぐらいなんですよね、攻撃が。これね、圧倒的攻撃範囲っていうのはね、360度までいきますんで、こういう感じでね、ボーンっていう形でタイミングがね、合わないとなかなかね、難しかったりするところではあるんですけども、タイミングがあったりするととんでもない攻撃力を出してくれるのがね、このね、狙撃のね、追点ね、第7位かなっていう形かなと思います。さあ、そしてね、第6位なんですけども、こちら第6位はね、今からのランキングなんですよ。今はね、めちゃくちゃね、いろいろあるんですよね。点勝負の方がね、コスパいいんじゃないのかなと思います。こうやってね、相手をね、投げ払ってね、しかも空中でね、やれるのと、こういう感じで連続でね、当てることができますんで、マックスの状態であればね、
連続で当てることができるっていうところだから地上と空中両方でもできるんでマックスまで貯めてマックスでドーンっていうのもありだと思うんですよ。今みたいにね空中でのねエリアルが入るようになるとこちらのね、集風力が生きてきますんで、今のでね打ち上げて集風力で空中の状態であればダメージが 27% ね、増加する状態でしかもね追撃をしていくっていうことができると今みたいな感じでドドドドンドドドドンみたいな感じでずっとね、相手に攻撃を当て続けることができるのはね非常にね僕的にはポイントになってくるところかなと思いますし、非常に相手のね、嫌がるような動きができるっていうのはねこのね紺のね非常にいいところなのかなと思います。さあそしてねこちらですね、僕的にはこのビームがねビームが今回第5位です純粋に今なんかちょっとカットイン入っちゃって変な感じになっちゃってますけど、このビームも相当強いんですよ。こういった形で、ね、敵がいっぱいいる状態でね敵のねゾーンに入った後にこういった形でビームっていうねこういった形で、お掃除ができるっていうところはねかなりおすすめなところだと思いますね。で武芸がねもうマックスまで溜まっていると今みたいにねずっと出し続けることができるっていうね結構狂ってるね形かなと思いますんで、僕的にねこのねビームくんね非常におすすめなんですよね。でこうやってね乱戦になってねビームっていう形でね吹っ飛ばすこともできるのでかなりねおすすめかなと思います。第5位としてはねこちらね無極対抗っていうところかなと。無極対抗はね闘気がある限りは打ち続けられるっていうところと、あとはなんかこう諸葛亮とか芝居を思い出させてくれるっていうところで非常にこちら無極対抗ねおすすめな武芸になってくるかなと思います。さあそしてね意外だと思われるんですもこちらが第4位です。飛燕戦ですね。これ剣のね一番最初から持ってるやつなんですよ。これある程度強化するとねものすごいスピードでこういった形でね切り続けるっていうことができるんですね。剣の特技っていうところから考えると相手がノックダウンとかねもうやる気がなくなってビビっちゃってるような時にね非常に使えたりするっていう形ですんで、こういった形で相手がねまとまって出ているようなところに対してもねこういう感じでポンポンっていうね連続でどんどんねずっとね溜め続けるというか相手をねなぎ倒すところからするとシッチからね、逃げ出すような時にもねとりあえず道を開けろっていうね形になってますんで、そういうところはね飛燕戦もねおすすめかなと思っております。さあそしてねトップ3にはなってくるかなと思いますけども、こちらトップ3軍団ではねやっぱりこれですよね。やっぱりね、放天劇が出てきちゃうと思います。最後の武器最強ですねみたいな感じなんですけども、人馬一体ですね。人馬一体これマジ最強ですね。最強の武芸って言っても過言ではないですね。どのくらい最強かっていうと今見たと思いますけども周りにいた武将のね外交全部一気に削っちゃいますね。それぐらい強いんですよこれね。飛翔天派でも我々人馬一体って言ってしまうんですけど、人馬一体めちゃくちゃ強いですね。乗ってる馬がね関戸だったらさらに強いんじゃないか疑惑があるぐらいね、こちら飛翔天派ね、馬を呼ぶっていうところからですね、はいドゥーンと呼んでからもうこの時点で縦の部分をね吹っ飛ばしてるっていうところから考えるとむちゃくちゃ強いなっていうところですね。そしてね第2位もねこちらから出ちゃうんですよ。これですね、はい上に上がってドーンです。はいもう呂布です。キングオブ呂布ですね。こちらね砲天ですね。もう砲天はもうやばいですね。普通の兵士にもね強いですし、相手がね武将でも全然問題ないみたいなねところがございますんで、非常にこちらね砲天劇からねやっぱり3位2位が出ちゃうのはね申し訳ないなと思うところなんですけども、第1位はですね誰にでもね装備ができるやつで、そしてね、もうすぐ手に入るっていうところから、もう私的には最強なんじゃないのかっていうのはねこれだって思ったのがねこちら京屋ですゴーシですね。ゴーシやばいですマジで。これ本当にやばいと思う。なぜかというと距離がねめちゃくちゃ強いんですよ。もうちょっと離れたこういうところからねはいはいはいみたいな感じでね止めることができるんですよ。止めてまたこうね連撃を入れるっていう形、特にやっぱりね攻撃範囲がねかなり広いような武器に相性がいいのがこちらゴーシになってくるかなと思いますんで、しかもコスパがいいんですよね。これ2個なんでね、2個しか使わないので1個使ってね、すごい近くにいればいいじゃんっていう風になるかもしれないんですけども、相手がねだいぶ強かったりすると近くにいるとねもう避けられないようなねタイミングが結構ね出てきちゃうんですね。特に緑君とかね、ゼロ距離でいるとかなり厳しかったりしますんで、こういう難易度帯になると結構離れたところでもこれをやられると結構ねどうしてもね食らってしまうっていうのがねすごいねイラつきポイントになってくると思うんですけども、こういった形でね弓でねスパーンっていうね形でずっと打ち続けることも実はできちゃうっていうね素晴らしいね、仕様になってますんで、僕的にはねコスパ威力とねそして相手のねこういうオレンジなところ、武芸を出そうとしてるタイミングで結構離れた距離からでもね、間合いをね詰める必要性もなく豪商を放つことができるのでかなりおすすめなね武芸の一つになってくるかなと思っております。これね2
列目のねところに合詞があるんですよ。回避とかね、すぐ覚えた方がいいよっていうのもね別の動画でご紹介させていただいてるんですけども、今回ね正直ねご紹介の中でね、言えなかったランキング的なところから言うとねちょっとご紹介しきれなかったんですけども、こちらねもう1個ね結構いいね、武器っていうのはもう1つだけありまして、加工刀の武器でね防音という形でねこういった形でねボーっていうねずっと食らってるんですね。で、どんどん削れていくんですね。このね徒党のね宴会ですね、宴会もかなり使えるとは思うんですけど、発形だったらやっぱ合詞の方が使えるでしょっていうことで、あえて僕はね完全なランク外にしちゃってるんですよ。発形もね決してね使えないっていうわけではないっていう形かなと思いますんで、ちょっと離れたところでねこういった形でね連続で入れ続けることは不可能ではございませんので、全体でねこういうのがねおすすめだよっていうところをねご説明させていただいておりますけど、あくまでもね僕のランキングっちゃランキングなような気がしますんで、当然ね今回紹介してないね矛とかねカウンのね武器だったりっていうところにもねいい武芸っていうのも実は結構あるんで、決してね今のね、ランキング形式にしただけなので、使い勝手っていうのは人によって今回ね武器相当変わってくるなと思いますんでね、ぜひねやり込んでいただいている方結構いらっしゃるとは思いますけども、いろんなね武芸をね試してみていただいて、こういう武芸あるんだねっていうところで極めてみてはいかがかなと思っております。こんな形で引き続きまだまだいろんなね、三国無双オリジンズだったり光栄テクもストーキングしていきたいと思っておりますので、ぜひちょっと面白いなって思っていただいた方はチャンネルの登録ぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わろうかなと思います。またぜひ次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。